はじめまして、ストーリーテラージャパンへようこそ。レトロです。このチャンネルでは作品の表面だけでなく、その奥に隠された物語や文化的背景に焦点を当てていきます。第1回目のテーマは鬼滅の刃にしました。誰もが知っているアニメ、漫画、映画全てが大ヒットした怪物タイトルですね。2025年8月14日時点で、劇場版鬼滅の刃無限上編第1章のですね、観客動員数は1569万人、興行収益は220億円を突破とのことです。これから海外で封切りされていくんで、合計すればさらに伸びていくことはまず間違いがないでしょう。今まではですね、知らない人がいないほど有名になった鬼滅ですけれども、ジャンプで連載が始まった時、ここまで受けるとは誰も予想していませんでした。無限列車編にしてもですね、当初は30億円を目指していました。ところが蓋を開けたらですね、国内興行収益は400億を突破とんでもないことですよね。一体鬼滅の刃の何が多くの人の心を掴んだのか、それをこの動画で一緒に考えてみましょう。この動画ではですね、作品のネタバレが含まれています。まだ見ていない方はご注意ください。まずは鬼滅の刃の簡単な紹介から。後藤家豊原先生の鬼滅の刃は2018年16年からですね、2020年にかけて週刊少年ジャンプで連載されていた電気バトル漫画です。2025年時点での累計発行部数は2億2000万部、最速で1億部を突破したと話題になりました。本作の舞台は大正時代、炭焼きの少年鎌田炭治郎は家族を鬼に殺され、妹禰豆子は鬼になってしまいます。鬼と化した禰豆子に襲われた炭治郎を救ったのは富岡義勇と名乗る剣士でした。彼は鬼を狩る鬼殺隊の一員です。炭治郎は妹を元に戻すため、鬼と戦う力を得るため、義勇の導きで鬼殺隊へ入隊し、死闘を繰り広げます。極めてシンプルで力強い導入ですけれども、悪く言えば王道でありきたりとも言えますね。連載当初ですね、目を超えた読者が本作の特殊性を見抜くことができず、成功を予想できなかったのも当然です。じゃあ一体ですね、何が鬼滅の刃を特別にしてるんでしょうか。同作のですね、記録的ヒットから数多くのファンとか業界関係者、社会学者なんかがですね、様々な角度から語り尽くしてきました。もう5年も前の作品になりますからね。例えばUFO テーブルによるアニメ化のクオリティが極めて高かった、メディアミックスによるマーケティングがうまく噛み合った、ロックダウン下でのインドア需要がハマった、鬼の角度と共感できるストーリーだったなどなどがあります。これらには私も同意できます。しかし、どれか一つだけが原因ではなく、複合要因であることは間違いありません。そして、この動画では過去様々な人が言ったことではなく、さらに深読みをしていきたいと思います。私が考える鬼滅の刃の最大の特徴、それは鬼たちの始祖、鬼仏寺無惨というヴィランです。これまで、多くの漫画に様々な悪役が登場しました。例えば大の大冒険の大魔王バーンは地上を吹き飛ばして地下世界の界にですね、太陽の光を取り入れようとしましたし、ルローニケンシンの塩誠は弱肉強食、力を信奉している、明治政府への復讐者でした。他にも、大量殺戮だったりとか、世界の混乱を望む悪役がいたり、あるいは自分自身の完成のために他者を顧みない奴もいます。永遠の命を望むフリーザやディオなんかはその代表だと言いますね。他にも無数のヴィランが自分の野望のため、種族の生存のためなど、それぞれの目的のために悪をなしています。悪の悪たる原因は何かというと、自分自身のために他者を顧みないことです。だから対峙する必要があるんですね。このようなヴィランの中でも、無惨はかなり特殊です。これまで40年もアニメや漫画を見てきた私からしても相当に異質に感じられます。彼は周囲の被害を顧みず、自分自身の完成を目指すタイプのヴィランに分類されるんですけれども、全く思想がありません。強大な力を持っていても一般人に紛れて快適に暮らし、気分で人を襲いたいと、鬼による国家転覆なんて夢にも思わないと、その場その場の気分で判断して思想がなく現状を維持し続けたいと。日光の克服はそのための目的であって手段に過ぎないんですよ。これこそ、無惨の一層の根本です。これまでも目的や思想のないヴィランがいましたけれども、愉快犯として世間を騒がせることで存在感をアピールしていました。でも無惨は違います。作中でも生きることだけに執着すると語られていますし、公式ファンブックでもですね、人間的感性と共感性が著しく乏しく、人間というよりも昆虫に近いとまで書かれています。散々ですね。無惨はですね、内的な衝動に反応しながら、現状維持を続けたいだけの存在なのかもしれません。彼には思想だけでなくプライドもないんですよ。無惨は劣勢になると背中を見せて一目散に逃げ出しちゃいます。社会現象にまでなった鬼滅の刃の最強のヴィランがここまで小物だっていうのはやっぱりどう考えても異常です。しかしその小物っぷりがまさに多くのファンに納得感を与えたんです。悪事を働きながらも自分の命を惜しむ情けない鬼の総大将と、これこそ悪だとみんなが共感したんですね。
つまり無残こそ今の時代における巨悪にふさわしい存在だと言えるんですよ。21世紀において無残は世界征服のために大量殺戮するヴィランよりも悪いってことです。こう言われるとですね、にわかに同意しがたいという方もいらっしゃるでしょう。しかし作品の成功が無残というヴィランの成功を物語っています。ではなぜ多くのファンはこんなカリスマを感じられない情けない無残を悪の元凶だっていうふうに認めたんでしょうか。私の目には無残という存在はですね、腐敗した権力構造そのものに見えます。権力を維持して眉間を分け合いながら、永遠に快適な生活を続けたいと。そのためならどれだけひどいことをしても何とも思わないけれども、それ以外の目的は何もないと。そんな人たちのことだと思えばすぐにピンとくるんじゃないでしょうかね。現実ではあちこちに小さな無残がいてですね、鬼の血の代わりにお金とか株式とか特権とかを分け与えているのかもしれませんね。これは多分間違いないです。そう考えるとですね、無残が異様にしぶとく生き汚いのも納得できるんじゃないでしょうか。そんな強固な腐敗を一掃するため、たくさんの若者が命を投げ打って戦う物語。私にとって鬼滅の刃はそういう革命の物語に見えます。無残を腐敗権力のメタファーとして考えると、鬼殺隊の多くは理不尽の被害者が復讐者に転じたものということになります。鬼滅大使は己を燃料として燃やすことで瞬間的に強烈な力を得るわけですね。だから次々と命を落としていくわけです。この鬼滅の刃の展開を特攻賛美だっていうふうに評価した人もいるんですけれども、それはちょっと違うかもしれませんね。復讐による自己燃焼と似てるかもしれませんけれども、自己犠牲とはちょっと違うというふうに私は考えています。それはやはり命令されてやっていることではないという点が一番大きいですね。また組織論として鬼の組織を見るのも興味深いです。無残を頂点にあらゆる情報とか権力が集中してますよね。だから無残が死ぬと組織が崩壊するわけです。これは究極のピラミッド型組織だと言えるでしょう。鬼の血の授与によって組織の一員になるわけです。そのため、一度血をもらったらですね、もう逆らえないんですね。だから権力構造はもうアプリ寄りなんですよ。一度鬼になったら考えていることも命までも把握されてしまって反抗できないという、非常に権力者に都合がいい夢のような組織ですね。鬼殺隊も確かに、親方様こと産屋敷をトップにですね、幹部に柱がいて一般隊員がいてという階層がありますけれども、実際の運用はかなり柔軟です。そもそもトップの産屋敷自身がですね、最終決戦前に産屋敷ボンバーで自爆していますから、トップ不在で最終決戦ができるんですよ。柱の役割っていうのはですね、管理職というよりも強力な戦闘力を持つ個人に過ぎず、一般隊員の炭治郎の意見で動くこともありますし、煉獄のように、一般隊員を助けて命を失うこともあるわけです。つまり権力は絶対ではなくて時と場合によって異常されていると、そこが一番の違いです。これのですね、例えとしてですね、イメージ的にはパソコンが苦手な部長が新入社員にそのパソコンの使い方を教わるようなものだと思っています。職位が上の部長が職位が下の新入社員の言うことを聞いて、作業するわけですね。この時、作業させるという権力が新入社員の方に移譲されてますよね。必要に応じて権力が移動している例だと思うんですね。他にうまい例えがちょっと見つからないんですけれども、鬼の組織が従来型の固い大組織であり、鬼殺隊はこれからの新しい組織のように見えるんです。詳しくは知り得ないことですけれども、ネットフリックスや任天堂はフラット型の組織で個人への権限移譲が進んでいるというね、ビジネスニュースを見たことがあります。メンバーのモチベーションの高さ、という意味でもですね、時と場合によって構成員の向き不向きによって権力が移動する組織の方が優れてるんじゃないでしょうかね。実際にトップ不在でも、決戦に対応できる鬼殺隊はトップ1人に権限が集中している、ピラミッド型の鬼の組織に勝ちました。これからはメンバー一人一人がリーダーとなって自分の一番優れた機能を最大限活用できるような組織が必要なんじゃないかなというふうに思いますと。このようにですね、無残というヴィラン個人を社会現象のメタファーとして捉えると、鬼滅の刃はですね、現代社会の病理を映す優れた鏡のようですね。無残のパワハラ会議なんかがすごい良い例だと思います。パワハラ会議のネットミームがバズったのは、多くの視聴者がそこに自分を兼ねたからに違いないんですよね。自分で責任を取らず、部下を支配し、気分屋で一貫性がなく、都合悪くなると逃げると。そんな上司は皆さんのそばにもいるかもしれませんね。私は業務内容を把握してない上司が権限を持っていて、よくわかんないから何があっても責任は取らんという意味不明な組織を知ってます。まさにこれは鬼の組織であって、これから滅んでいくかもしれません。鬼殺隊と鬼の関係は、社会の歪みが生んだ被害者の怨念払いや、反社会性人格者の排除といった個人レベルから、組織論まで幅広い分野で語ることができます。
あなたは無惨というビラについてどう思いますか？ぜひコメントで教えてください。ストーリーテラージャパンではですね、アニメや漫画、ゲームの隠れた物語を深掘りする動画をお届けします。見逃さないよう、ぜひチャンネル登録と通知をオンにしてください。あと高評価も。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。